浜行。東京の人たちは知らないというか伝えきれてない。これは牛すじです。まず最初にちょっと圧力をかけて柔らかくして、で細かく切って串に刺して、その後鍋で煮込むと。牛すじはやっぱ硬いので、お酒、料理酒、日本酒入れてちょっと柔らかくする、で次が大根を切ります。はい。静岡おでんのその味の特徴ってなんかどう違いがあるんですか？牛すじと醤油のベースなのかな。色が黒っぽいっていう、黒おでんとかよく言われますけど、どうしても継ぎ足し継ぎ足しでやってるとああいう色になってしまうんですよ。あとはそこに例えばその黒はんぺんとかナルトとか練り物のうまみが入ったもの。私は静岡が出るまではよそのおでんを知らなかったんですけど、ちょっと薄すぎて、色も味も薄すぎて、こっちのおでんとかあんまり好みではないというか、やっぱりそのおでん単品に考えたらいろんな考え方あると思いますけども、こういう居酒屋、飲み屋でお酒と一緒に飲むんだったら、やっぱ静岡おでんぐらいちょっと濃いというかパンチが効いてた方が多分お酒も進むし、お客様もその方が喜ぶんじゃないかなと。おでんはその、切って串に刺すんですけど、そこから鍋に入れて味が染みるまでに時間がかかるので、やっぱその分の時間も考えるとやっぱどうしても早くなってしまうんですよね。その上大根なんかは今作ってますけど、これは今日の分じゃなくても明日の分の大根ですから、1日置かないとやっぱり味が染みなくて、牛すじもそうですね。やっぱ肉に味が染みるのに時間かかるので、今作ってるのももう明日明後日の分なんですね。具材って何種類ぐらいあるんですか？全部。今はここに貼ってあるものが全部なんですけど、はい。1234567891011121314ぐらいですね。静岡っていうとロマンスとか、スーパーブームも一応静岡です。篠田はんぺんあたりですかね。静岡から入れてる大根、牛すじ、黒はんぺんがトップ3ですね。やっぱり静岡おでんを知ってる方は一番最初に出てくる名前ですし、静岡での目玉みたいなものなので、地元だと黒はんぺんとは言わずに普通にはんぺんで通じるんですけど、もう小さい頃からありとあらゆる料理に、静岡の料理にはそれが入ってて、毎日食べてましたけど、私は。それが篠田巻きです。篠田巻き。だから魚の練り物の棒状にしたものに油揚げを巻いて、揚げてある。これも焼津から入れてるんですけど、静岡おでんならではのタレですね。これがロマンと言われている物体ですね。
ロマンスも結構シノダに近いんですけど、はい白身魚のすり身を板状にしてはい焼いたものなんですね。これもかまぼこみたいな感じなんですよ。練り物なんですけど、で本当はまあ静岡だと三角とか角焼きとか、はいそういう名前もついて出してるところもあるんですけど、はいまあ、こう静岡のとあるお店でロマンスって名前でそれを出してて、そのなぜロマンスとか言うのかとかそういう面白いエピソードもあって、とあるおでん屋にこう女性の店主がいて、はいその女性の店主に惚れ込んだお客さんがそのお店に通い詰めて、はい毎回その白焼き角焼きを注文してたらしいんですね。はいなんかその一連の行為がロマンティックだからロマンスって言ってたんだけど、でもいまだにロマンスって名前で売ってる店もあるので、知る人ぞ知る静岡おでんの種ですね。これはもつカレー、清水もつカレーっていうまあご当地グルメがあるんですね。特になんか清水がもつが有名というか、とある居酒屋がもつカレーという料理を出し始めて、で、まあ、それが地元の人にすごい愛されるご当地グルメになってて、和風テイストに仕上げてあるというか、白だしとかお醤油とか、そういう和系の調味料を入れて、お蕎麦屋さんのカレーそばとかあっち系の味にしてありますね。そうなんです。はい。まあ、その方が多分うちの店とかお酒とかもつにも合うので、静岡の方はどうだろう、もちろん地元出身の方、もしくはまあ静岡に住んだことがある知り合いが静岡だっていう人が半分以上じゃないですかね。そんなにこのお店は立地がいいわけじゃないですし、お金を使ってネットでいっぱいアピールしたわけじゃないんですね。基本的に口コミなんですよ。だからそれはやっぱり静岡の縁の方ある方が広めてくださった結果ですので、今着てるやつはこれはもうエスパルスの今年の2024年のユニフォーム。静岡でやっぱサッカーがすごい盛んというか有名なんですね。静岡市に清水エスパルスっていうチームがあるんですけども、私の制服というか、やっぱこれを着てると気持ちがこう引き締まって仕事の効率も上がるんじゃないかなって。普通に着ててるって、まあ、たまに来るのは師匠ですね。春風亭昇太師匠。昇太師匠はガチのエスパルスのサポーターなんですよ。そうなんですね。はい。大分とかそういうところも遠征で行っちゃうぐらい。師匠は一サポーターとしてエスパルスの当店に来てくださいますね。で普通にその仕事じゃなくて試合に勝ったら嬉しいみたいな感じで来てくださったりしますね。これが、まあ、牛すじの圧かけた状態で、まあ、これを切って串に刺していくんですね。でこの残っただしは、まあ、おでんのだしにそのままなると。そうですね。このうまみが凝縮したスープが静岡おでんの、ね、最も大事な部分なので、今日はだいたい4キロぐらいかな仕込んだの。4キロ仕込んだんですね。4キロ仕込んでもどうだろうな、3日ぐらいでなくなってしまうので大変ですね。まず牛すじだしを入れます。で次に
はい。醤油ですね。醤油。これはもう静岡から取り寄せてる静岡県産醤油という地元のお醤油を使ってます。あとお酒はもちろん静岡のお酒を、これ本醸造ですけど、浜松の花の舞さんのお酒ですね。静岡の地酒。またもう砂糖を最後に入れて、あとこれを加熱して、はい。そしたらもうだしですね、これが。黒いですね。そうですね、まあ3分の1ぐらいはずっと継ぎ足しのものが入ってるので、その味付けとかはどこで学んだんですか？父がずっとですね、家で角打ちみたいなお店をやってたんですけど、そこで静岡おでんをずっと出してて、その味を私が引き継いだと。お父様の。父です、もうそっくりですよね、私に。やっぱこの味は父の味ですし、ただの静岡おでんじゃないぞっていう、構造の意思を継いでるんだぞっていう。ちっちゃい頃から静岡おでんを結構もうずっと食べてたってことですか？もうそうですね、3食おでん、黒はんぺん、お弁当もおでんみたいな高校の時なんかはあまりにも弁当とかはい。ご飯におでんとか黒はんぺんばかりでよく喧嘩してたんですねそんな毎日おでん食べたくないよみたいな黒はんぺんもういいよとかってよく喧嘩しましたね。今度はこれで大根を作ります。150ぐらいで、あとここに大根があって、あとこっちにも他の種が入るので終わります。全部で200はある計算なのかな。割と一日でなくなっちゃう感じですね。まあ途中で何回も回転させるのではい。200以上が出てると計算になりますね。フルで入ってこんな感じかな多分。いらっしゃいませ。黒はんぺんを2つと牛すじ1つとうずら1つとこんにゃく
まあそれ千代田の7分ですね。なんか結局なんですけど、なんか島に一回出た時なんですよ。大さんが超それをしてて、ドラマを買った人も出たんですよ。それが問題だった。個人的にそのお付き合いがあると思って別にいいし。失礼します。はい、お電話です。よろしくお伝えしていてください。なんかこの人たちそれじゃ先ほど言いましたけど、失敗して誰もしないでたら静岡市のちょっと、西の方なんですけど、多分好みがあると思うんですけど、真っ黒なすっごい煮たおでんが好きな人と、ここのお店ぐらいのちょうどいい程よい感じの浅めの煮込みが好きな人といると思うんですけど、私はそうね、中間ぐらいが好きなのでちょうどいいかなっていう感じです。はい。あとはこれだし粉を山盛りかけて食べますね、私は。本場で食べる味と比較してる。変わんないです。変わんないかなって気はしますけど。数引いてるからめんどくさいんですからね。ありがとうございました。最後ですけど。これこれ返しますよ。忙しいでいいんじゃん。俺に聞いたら、今日は席はないかもしれないって。お呼びですか。おでん美味しかったです。黒はんぺんですよね、やっぱり。多分皆さんあんまり黒はんぺん食べないと思うんですけど、黒はんぺんやっぱり味がね、ギュッとしてるので美味しいです。すごい。地元でも食べるんですけど、実は私お家ではやらないんですよ。串で食べるのが静岡おでんってよく言うじゃないですか。家ではねやってなくて、すごい新鮮で美味しかったです。我が家って感じでした。お待たせ8本ね。こちらでいいですか。はい。取りそうじゃない。これゼロだ。取りそうじゃない。なるか。今なんかわかんねえな。やめろ。忘れてるので。いい篠田言いました。一番好きは篠田巻き。と一番好き黒はんぺん。あと牛すじ。味変わってないので10年だっけ9年前。10年前全然味変わってないので。他のおでんと比べると味濃い方で、好きで美味しいです。スーパースーパーブってソーセージですよ。4つで。スーパーフーっていうのはその静岡に米久っていう肉のメーカーがあるんですね。でそこで販売している超粗挽きのソーセージのなんか商品名なんですね。言えばあれねって感じで分かってもらえます。美味しいよ。いいじゃん。これめちゃ美味しいよ。普通のソーセージじゃない。そう普通スーパーで売ってるソーセージじゃない。6時45分で一緒にやるの。ありがとう。美味しい。美味しい。美味しいならこれやって。美味しい。美味しい。マリオで飲んでて。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お願いします。黒いはんぺんおでんにも入ってるんですけど、静岡の人は多分黒はんぺんっていうはんぺんっていうと思うんですけど、はんぺんを普通にパン粉つけて揚げたやつですけど、めちゃくちゃ美味しいので食べた方がいいです。はい。はんぺんフライもなんか静岡料理なんですね。それはあれですよ。なんていうか聞いてはいけないレベルの初歩の初歩レベルの愚問ですよ。もう静岡の人イコールもうはんぺんフライ。いやもちろん静岡おでんなんですけど、静岡おでんと相格をなすぐらいはんぺんフライっていうのはもう当然あって食べるべしソウルフード。はい、じゃあちょっと誰かサポートよろしく。まずコロッケね。でその次右が浜行。はい。浜松餃子の定義っていうのが浜松市内で作られた餃子っていうだけなんですね、実は。だから私がいくらここで頑張って美味しい餃子を作っても東京で作られた餃子なんで浜松餃子って言わないんですよ。だからもうこれはもう本当に浜松の方から取り寄せてる餃子を。そうなんです。こっちがしらす餃子です。しらすが入ってるんです。はい。あとなんかマグロ餃子とかもあったりしますけどね、お店さんに。浜松出身なんですけど、浜松餃子いただいてすごく浜松感じました。美味しかったです。はい。静岡の由比とかあの辺でしか取れないんじゃないですか。お願いします。おでん以外でなんかおすすめのメニューってありますか？焼きそば。全部はそれ以外はお願いします。基本的に筋の焼きそばって、まあ、レギュレーションが何個かあるんですね、肉かすが入ってるとか、麺は富士宮の指定の工場で作られた麺しか使っちゃいけませんとか、あと、まあ、だし粉っていう削り節がかかってるとか、あんまみんな知らないんですけど、作るのに免許が必要なんですよ。その免許を取るにはその富士宮焼きそば学会っていうそのオフィシャルの団体があって、その団体の主催する富士宮焼きそば講習会合宿みたいなのに行くんですね。2泊3日でその富士宮の、まあ、地域の歴史だったりきちんとしたものを学んだ上で、まあ、実技の
テストっていうんですか、そういうのを受けた上で免許改善になるんですよね。それを経てないと本当は富士宮焼きそばって名乗ったらいけないんですよ。すみません、お待たせしました。コロッケでございます。三島 100% のコロッケ、他のコロッケとして美味しいですよ。三島コロッケめちゃくちゃ美味しかったです。実は初めてだったんですけど、はい、すごく美味しかったです。静岡のお酒って何個かあるって一番有名なのは多分おそらく磯島焼津のお酒が多分一番有名なんですけど、他にも結構いろんなお酒がある中で見ると多分辛口ってそんな多くないんですけど、日本刀っていうお酒は美味しかったです。辛口が私好きなんで。静岡は水がやっぱりすごく美味しい。中部地区なんかは南アルプスの天然水みたいなのがやっぱ流れてきますね。大井川とか浜松といえば天竜川、東に行けば富士川、すごく水のきれいな川がいっぱいあって、あとは最近は静岡の手誉れ富士っていう、お酒専用のお米を静岡で独自で作ってて、静岡のメーカーはすごく今日本酒お酒作りを頑張ってるところなんで、やっぱ当店としてもそれは応援したいなと。富士宮地上に叩きて食べたんですけど、富士宮って市区町村でいうと養鶏、鶏を使ってる中でなんか日本一らしいんですよ。県でいうと違うらしいですよ。宮崎とか鹿児島とかあるんですけど、市区町村で入ると市でいうと、一番らしいんですよね。その地鶏なんで有名なんですよね。なのでそれは美味しかったです。大学で東京に出てきて、大学卒業した後にこういう飲食とは全然関係ないテレビコマーシャルの制作の会社で3年ぐらい働いたんですね。でもなんかあんまり自分に向かなかったというか、本当毎日怒られてて大した仕事もできずで、ロケの当日にお弁当の発注忘れてたとか朝スタッフが何十人も集まってきて「あれガッツ弁当どうしたの?」って「はあ!」みたいな。今でもそれは結構トラウマになってて、疲れてくると夢に出るんですよ。このままだとまずいな、じゃあ新しいビジネスを何かやろうと、自分にしかできないこと、武器というかなんだろうって突き詰めていったら、小さい頃から父が作ってたおでんだったり、静岡に対する郷土愛みたいなのがあって、本当に静岡の美味しいものを紹介するお店っていうのは当時全然なかったんですよ。これはもう俺にしかできないなと思って、全然飲食の経験とかもなかったんですけど、やればできるさみたいな、その浜松とかだとやらまいかとか言うんですけど、もう自分にしたら自分はその時にはもうそれしか選択肢がなかったんですよね。やっぱ静岡の人って皆さん静岡大好きなんですよね。郷土愛がやっぱ他の地方の人の話聞いてても、やっぱ静岡の人はみんなすごい強いよねって言われることもあって、私自身もそう思ってて、今静岡の人口がどんどん流出してて、とても困ってるんですね。すごくいいところですし、やっぱその良さっていうのをまだまだこうね、東京の人たちは知らないというか伝えきれてない静岡の魅力がいっぱいあって、なんかそういうのをこうね伝えられて、美味しいものを食べてもらってお客様も喜ぶ。で、そういう人たちがこう静岡に旅行に行ったり移
移住とかして、静岡の人たちも喜ぶ、みんなが喜ぶ、やっぱこれがやっぱ自分のやることじゃないかなって